はい、どうもエナジー福田です。今回はこのナイロンラインのスレ強度チェックをやっていきたいと思います。どのラインが一番スレ強度高いのか、やっぱり安定した GTR なのか、そのあたりを検証していきます。検証するラインは GTR ウルトラ。一番いいとされているナイロンラインかなと思います。次に3ラインのマシンガンキャスト。これも結構人気です。ノガレスのデッドアアライブ。名前がかっこいいラインです。どうなんでしょうか。次がデュエルの CN500。めちゃくちゃ安いラインなんですが、実際はどうなんでしょうか。ダイワのジャストロン。これも低価格ラインなんですが、根強い人気があります。そしてバークレーのトライリーンビッグゲームというラインです。これはアメリカで販売されてて、この CN500 のようにめちゃくちゃ安いラインで、でも安いだけじゃなく品質もしっかりしているということで評判のラインです。アメリカからの資格、GTR に勝てるんでしょうか。今回の検証内容なんですけど、この棒ヤスリにこすって何回で切れるのかやっていきたいと思います。ばらつきがあるとダメなんで、それぞれ5回ずつやっての平均値と切れた回数をチェックしていきます。まずは CN500 をチェックしていきたいと思います。ラインをペットボトルにつけて、これ重し代わりですね。で、このヤスリをセットして、この目印、これを1回、2回、3回っていう感じで測っていきます。いきます。1回、2回、3回。3回で切れました。そして CN500 の断面図はこんな感じですね。フロロナイロンということで、フロロ要素があるのか、ザラザラなるまでは、ちょっと早かったんですけど、そこから結構耐えてくれたという感じでした。はい、次はジャストロンやっていきます。セッティングして、1回目。2回目。3回目。4回。5回。6回。7回。8回。9回。9回です。結構粘りましたね。はい、これがジャストロンですね。擦れるまでは若干時間があったんですけど、擦れてからは結構サクッと切れちゃう、そんな感じのラインでした。次はノガレスデッドアライブやります。セットして1回、2回、3回、4回、5回、6回、7回、8回、8回で切れました。デッドアライブです。表面がザラザラするまでの時間はかなり高くて、表面のコーティングなのか素材の特性なのかわかんないですけど、耐えてくれました。で、ザラザラなり出してからはちょっと早いかなという感じのラインです。はい、次はマシンガンキャストやります。結んだ感じ、ちょっと他のよりは硬い感じがしました。いきます。1回、2回、3回、4回、5回、6回、7回、8回、8回です。結構ボロボロになるまで耐えてくれた感じがあります。次はマシンガンキャストです。ザラザラするまでの時間がかなり高くて、表面が強いのかなという感じでした。ここが広範囲に擦られた場所なんですけど、他の場所はささくれなどなく、先端が弱くなって切れたという感じでした。なので耐久面は結構強いんじゃないかなと思われます。次が GTR ウルトラやってみます。いきます。セットしまして、1回、2回、3回、4回、5回、6回、7回、8回目で切れました。ザラザラしないんで結構耐えるかなと思ったんですけど、ザラッとした瞬間に切れた感じです。GTR ウルトラです。この見えてる範囲全部ヤスリで削られた場所なんですけど、全然ささくれとかなく、こっち側が若干くるっと回転してるかなという感じで、ささくれじゃなく削りカスが落ちていくという感じでした。そして断面図はこんな感じで、一番弱くなった場所がプチッといくのかなという感じでした。次はトライリーン12ポンドやります。1回、2回、3回、4回、5回、6回、6回で切れました。次はトライリーンです。これもささくれが出ずに結構強い、最初耐えてくれるタイプのラインかなと思います。そして先端はこんな感じで、切れ方としてはマシンガンキャスト GTR に近いような感じですね。はい。というわけで、全部の実験が完了しました。で、順番に切れた回数と平均値言っていきたいと思います。まず CN500。これが3回、9回、9回、4回、5回で平均が6回でした。次にジャストロン。これが9回、5回、3回、9回、5回で平均値が 6.2 回です。次はデッドアライブ。これが8回、6回、6回、6回、5回で平均 6.2 になりました。で、次にマシンガンキャストが8回、7回、5回、6回、6回で平均が 6.4 回です。GTR が8回、6回、5回、6回、9回で平均 6.8 回。トライリーンが6回、5回、8回、7回、5回で平均 6.2 になりました。今回実験した中で一番擦れ強度が高いのは GTR の 6.8 回になりました。で、このトライリーン、海外の12ポンドなんですけど、
結構検討して、日本の低価格ナイロンと、同等ぐらいな擦れ強度はあったかなという感じです。はい。そしてやってみて思ったんですけど、これ見てるとやっぱり低価格帯のラインはばらつきがかなりでかいんですよね。多分、一本のラインの中で太い細いがあるんで、その細いところが擦られたりしたら結構簡単に切れちゃう。で、逆に太いとこは、CN500 の9回9回みたいな感じで結構耐えてくれる。そういう感じになるんじゃないかなと思います。で、ノガレスマシンガンキャスト GTR はばらつきがそんなにないんで、安定した強度を出せるんで、ミスしたくない方は、そういうちょっと高い方のラインの方がばらつきがなくていいんじゃないかなと思います。そして、ナイロンライン自体がそんなにゴリゴリ擦られるようなシチュエーションには向いてないんで、ナイロンラインに擦れ強度を求めるのは違うんじゃないかなという結果になりました。はい。ゴリゴリ擦られるようなシチュエーションやったら、フロロライン使った方がいいと思います。ということで、今回の動画は以上です。よかったら、いいねボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。